ギアネーム田辺さん。ラケットはオニキス、フォアがニューゾーン55、バックが DNA ハイブリッド M。 ウィザード社のオニキスは自分で特殊素材と配置位置を決められるラケットで、私はインナー ZLC 系とアウター ALC 系の配置にし、インナーにニューゾーン55、アウターに DNA ハイブリッド M を貼りました。ニューゾーン55はディグニクスのように勝手に飛んでいくことがなく、シートの柔らかさでコントロールもしやすく、かつ威力も出る最高のラバーです。 DNA ハイブリッド M はもともと H を使用していましたが、アウターに貼るにあたって高度を下げてみたらこれがよく、柔らかいのに飛距離も出る、コントロールもよしの安定感があり気に入っています。卓球を10年やってきて初めてラケットとラバーの組み合わせで感動しました。いろんな人に使ってほしい組み合わせですということでした。ニューゾーンっていうのはね、もう最近発売したやつですよね。驚異の1万円超えっていう、そこの大台突破されるとさ、もう貴族のスポーツになってくるよ。3ヶ月に一度買えるラバーに1万円、しんどい人多いはずよ。そんな中で田辺さんのような方がいるから卓球界回ってるっていう、卓球界の経済ぶん回してください。ラバー見る限りアンドロに今までなかったようなシートで、ラクザみたいな柔らかい感じに見えますね。どうなんでしょうか。しかもラケットも初めて聞きました。オニキス、人によって変えられるっていうね、もうそこまで来たかって感じですね。ギアネーム弱い2年生さん。ラケットはデゼル、フォアがラクザ7、バックがライガンライガンスピンに変更予定。あまり使用者が見られないデゼルは昔使用していたスワットの木が思いっきり欠けてしまったので、コーチからラバーを貼ってある状態で8000円で購入。ラバーは最初から貼ってあったラクザが打ちやすかったので、他のものに変えずにラクザ、攻撃がしやすいのでとても使いやすいです。応募時点ではライガンを使用していますが、後々ライガンスピンに変更します。グリップは深めに握るフォアハンドグリップ的な握り方なので、ラケットを結構削っています。これでもたまに馴染まないと感じる時があるので、もうしょうがないですかね。デゼルは最初はもっと濃いめの青だったのが、使っていくうちに水色になってしまったのは少し萎えています。自分はスワットよりもデゼルの方が使いやすかったので、引退するまでデゼルは良き相棒として使っていくと思いますということでした。これいくらすんのかなと思ったら7000円しないっていうね。安いね。7000円しないラケットでこのデザイン、俺が中学高校の時はなかったですね。強いて言うならば SK7 とかはもうこの価格帯で色味のついてる唯一のラケットって感じでした。そんなことはないんだろうけどね、イメージね、それしかなかった気がします。あとラケットを結構削ってるって話だったんですけども、これで馴染まないならもっともっと削った方がいいと個人的には思います。私はもっともっと削ってましたね。私が左利きなので、マジ俺のラケット握りやすいから握ってみてって渡すんですけど、みんな右で持つんで、そうかなぐらいの感じだったんですけど、ある時みんな右で持つからこの良さわかんないのかって気づきまして、一旦左で持ってみてって渡したら、いやもうこれ手じゃんって言われましたね。一時期私のラケット手の延長でした。ゴリゴリに削ってたんで、深く握るタイプの方は削ることをおすすめします。ギアネームしらすさん。ラケットはティモボル ALC のフレア、フォアが V20 ダブルエキストラ、バックはロゼナのウステナジー19を前までフォア面にしていましたが、飛びすぎてかつ硬いラバーに挑戦してみたかったので V20 ダブルエキストラにしました。バック面はコスパを求めロゼナにしました。次はティモボル選手の使っているディグニクス 09C も使えたらいいなと思いますということでした。 V20 ダブルエキストラはいいとして、ロゼナのウスっていうのは結構珍しい気がしますねって言おうとしたんですけど、調べてみたらロゼナにウスはないんで、多分中ですかね。まだ裏ルートで特注してる可能性も捨てきれないけどね。中だとしてブロックがしやすいとかで選んでるのかね。何か理由があって選ぶのが中とかウスだと思うので、ここ興味深いですね。特圧とかに比べてつっつきがしやすいとかミートがしやすいとか、意外とウスとか中も攻撃マンでも使い道があるというか、自分の苦手な技術を補ってくれるものだったりするので、使ってみるのもありですね。ギアネームレイニャンさん。ラケットはインナーホースレイヤー ALCS、フォアが DNA プラチナ XH のマックス、バックが V20 ダブルエキストラのマックス。前までは SK7 を使っていたんですけども、飛びすぎてしまうなと感じることがあったので、安定重視のラケットに変えてみました。ラバーはどちらも 52.5 度と硬く扱いづらいと思うかもしれませんが、ラケットがあまり弾まないのでスピードも出てしっかりと台に収まってくれます。重量は約 194g と重めですが、重心が低く重量よりも軽く感じますということでした。この深い青の方のインナーホースきたね。確かにあんまり飛ばない。そら5枚合板とかよりも飛ぶのかもしれませんけども、自分の打った感覚では飛ばなかったですね。その飛ばないのがいいんだって人で使ってる人が多いように感じます。ギアネーム丸風の脇汗さん。汚ねえなおい。ラケットは TSP セクション、フォアはベンタスエキストラ、バックはベガジャパン。ラケットは始めた頃から1回も変えてないです。ベンタスエキストラもベガジャパンも安定重視で選んでいます。私はとても下手です。でも卓球楽しいねということでした。可愛いな。いや
下手なのは悪いことじゃないからね。こっから上手くなるってことですから。で上手くならなくてもいいしね、卓球別に勝つためにやるだけが卓球じゃないから。バックに貼ってるベガジャパン、これ結構賛否分かれるラバーだと思ってて、いいって人はめっちゃいいって言うんですけど、これ無理っていう人も多いラバーの記憶があります。いろんなラバーを使って卓球楽しんでね。ギアネーム山ちゃんさん、ラケットは張本智和インナーホース ALC、フォアがエボリューション MXD、バックが VO103。 フォアの MXD はしっかり引っかかってくれていい球が行くけど、中途半端な振りをすると棒球製造機になります。バックの VO103 はバランスが良く何でもできます。いつも動画楽しみにしています。動画投稿頑張ってくださいということでした。多分棒球にはなってないんじゃないかなと思うんですけどね。結構引っかかりがいいラバーだった記憶があるというか、球持ち異次元なラバーなので比較的オートで回転がかかるイメージでした。出ましたね、ここは個人差です。バックの103は何でもできる、同意見ですね。何でもできるがゆえに表ソフトとしてあんまり特徴がなくて、どっちかというとナックルを出すというよりも軽く弾いたり普通にドライブをかけたりするラリーしていく系の表ソフトっていうイメージでした。ギアネームペンツブマニアさん、ラケットは極主2、フォアがカール P1VOX、バックが強氷ネオ3。強氷ネオ3にした理由はタキネスチョップの極薄を張った時にラケットが軽かったので、相手の強ドライブをしてきた時に粒でブロックしても防ぎきれませんでした。強氷ネオ3にした結果重量が稼げるため、粒でブロックした時にバランスよくできるのでベストマッチなラバーです。カール P1VOX は変化重視なラバーなので、ブロックはもちろんカウンター攻撃もできるので変態的プレイができます。また極主2は中ペンの中でブレードが大きいので一番弾みません。粒でブロックするとラケット自体超低弾性であるため2バウンドするぐらい浅く手前に入ります。ペン粒初心者におすすめのラケットですということでした。粒いや来ちゃったよね。このバカデカラケットね、困るのよ。これに粒張ってる人マジ全部返してくるから。絶対この人も一生懸命こっちに回転かけてるのに何事もなかったかのように止めてくる職人ですね。しかもバックが強氷っていう絶対大会では当たりたくない一人です。ギアネームトラオさん、ラケットはティモボル CAF、 フォアがインパーシャル XS、 バックがディグニクス 09C。 比較的軽いラケットにディグニクスを貼っているところです。またフォアのインパーシャルは想像以上に回転がかかって相手を詰まらせることができます。良ければ採用してほしいです。これからも頑張ってくださいということでした。フォア表の方ですね。ただインパーシャル XS はもうね、ほぼ裏ソフトと言っても過言ではないぐらい回転がかかるイメージです。これ見て、だってもう感覚がないぐらい粒詰まってるの分かりますか？ラケット交換の時にこのラバー使ってる人がいたら警戒してください。ほぼ裏みたいにかけてくる癖こいてチャンスボールは弾いてきます。厄介です。ギアネームおい、なんて読むんだよこれ。高月作、間違ってたらごめんちょ。高月作さん、ラケットはチュセヒョク、フォアがテナジー05の特発、バックがカール P1V の極薄。カットマンを引退して裏裏になるので供養です。中学2年生で攻撃のカットに惚れてチュセヒョクにしました。今はもう廃盤になったのが悲しいです。最初はテナジーの弾みに振り回されていましたが、今となっては使い慣れた相棒です。カールは現役引退して高校2年で復帰しようと思ったらビクタスになっていてびっくりしました。さすがにチュセヒョクみたいに中はうまく扱えなかったので極薄にしましたが、それでもいいラバーです。下がってカットをしている時に反転して急に攻め始めて台前にいるのを立場逆転させるのが大好きです。5年間も使わせてもらいましたということでした。チュセヒョク使ってるカットマンの特徴としてあんまカットしてこないんですよね。マジ勝手なイメージだけども、日くれるわってぐらい粘ってくるカットマンは松下幸二を使ってて、カットマンなのになんでそんなサーブうまいんだよって人はデフプレイ先造を使ってて、いやカットマンならカットしたらって人はインナーシールドかチュセヒョクですね。ごめんなさい、偏見とかじゃなく今まで当たったカットマン一人一人に向けた話でしたね。あるあるとかじゃなく人を紹介しただけです。ギアネーム元表粒使いカウンターマンさん、ラケットはフォティーノ、フォアがディグニクス05、バックがテナジー05。覚えていらっしゃるかわからないですが、以前 SK7α を使っていたものです。あれから廃盤ラケットはないかと探していた時に見つけたのがこのフォティーノです。このラケットは見かけによらず飛ぶので中陣からのドライブやカウンターがやりやすく、そして球をしっかり持つ感覚があり、弧線を描いてくれて台に収まってくれるので信頼できるラケットです。そして自分的にデザインが好きなのと昔のラケットってロマンが詰まってるのでとても気に入っていますということでした。フォーティノでしょって言おうとしたらフォティーノもあるみたいですね。
びっくり。なんでそこでちょっと名前かぶせたんだろうね。かぶせの意識はないのか。あとね、これね、覚えてますよ。この人でしょ。俺一回送ってきてくれた人は絶対忘れないから。以前送りましたって人をね、覚えてますよって自慢げに前の写真貼るの大好きなので、毎回必死に探してます。必死に探してるのはその人たちには内緒です。リアルでも久しぶり覚えてるって言われて、おー久しぶりって言ってから脳内フル回転させて思い出すタイプです。そんな友達いないので今の話は全部嘘です。マイギアは説明欄の応募フォームからいつでも募集しています。明日の卓球部での話題や用具選びの参考になれば嬉しいです。何回かマイギアは録音したのに動画にはしてないっていう意味不明な行動をしちゃってて、どれ採用したのか一旦わからなくなっちゃいました。マルカズでのこういうところはあるあるです。採用されてないっていうね、怒ってもいいけどちょっと待っててね。俺も今パニックさ。バイチャイ。